ヒトラー率いるナチ党はユダヤ人や共産主義者はドイツ人の敵だという考えを根底に持っており、戦争によって東の土地をドイツのものにしよう、そしてそこをドイツの植民地として支配しようと考えていました。要するにソ連に戦争を仕掛けて指導者層を抹殺し、生き残った人々はウラル山脈の東側に追い払うか奴隷にしようという考えだったのです。そして占領した土地にドイツ人を中心としてノルウェー人やスウェーデン人、デンマーク人やオランダ人を移し、ここに大農業地帯を作る。もしも東側に追いやった人々が反乱を起こすようなことがあれば、2、3発の爆弾を撃ち込んで町もろともに全滅させてしまおう、そのように考えていました。つまりヒトラーにとってソ連との戦争は最大の目標であり、それこそが自分の使命だと考えていたのです。ということでヒトラーは陸軍に対してソ連侵攻計画を作成しろと命令。これを受けて陸軍はソ連侵攻の作戦を作り上げました。そうやって出来上がった作戦はこうです。まず360万の軍勢を北方、中央、南方の3つに分け、北方の軍勢はロシア革命の聖地であるレニングラードを目指します。そして中央の軍勢はソ連の首都であるモスクワを目指し、南方の軍勢は穀倉地帯であり工業地帯でもあるウクライナのキエフを目指すという作戦でした。しかしヒトラーはこの作戦を聞き、修正を指示します。陸軍が最も重視していたのは首都であるモスクワでしたが、ヒトラーが最も重視していたのはロシア革命の聖地レニングラードを奪うことで共産主義に対する勝利の象徴とすること、そして穀倉地帯であり工業地帯であるウクライナやそのさらに先にある油田地帯の方だったのです。そのような指示を受けて陸軍は作戦に修正を加え、中央軍集団を強化して、ここで大きな包囲殲滅戦を実行させた後、北と南にそれぞれ旋回させて南北でも敵を包囲殲滅するという作戦を作り上げたのです。しかしこの作戦には様々な懸念がありました。例えばあまりにも広い領域での作戦のため実施する部隊の負担が大きいことや補給が難しくなることです。ところがこの頃のドイツ軍は連戦連勝で負け知らず、何をしても勝てるような気になっていました。しかも相手はフィンランドに一度負けたソ連です。ソ連軍なんか敵ではない。そのような考えでいくつかの懸念点は無視されましたが、一つだけ見逃せない懸念点がありました。戦争の長期化です。もしもソ連軍が兵を国土の奥まで移動させて時間稼ぎを行えば、戦争は長期戦となってしまいます。これを避けるためにドイツ軍はできるだけ早くソ連軍を倒さなければいけません。そのためには現地の住民や国際法の規定なんかに気を使っている暇はなく、ヒトラーはソ連の住民は植民地の原住民として扱え、捕まえたソ連軍の政治委員は全て射殺しろと命令し、共産主義を根絶やしにするための戦争を始めていきます。こうして始まったのが独ソ戦です。ドイツとソ連は1年8ヶ月前に不可侵条約を締結していましたが、ヒトラーは当初予定していた通りにそれを無視して突如ソ連に侵入。すでにスターリンはドイツが攻めてくるという情報をアメリカやイギリス、さらにはソ連のスパイなど複数のルートから得ていましたが、それを真剣に受け止めることはなく無視していました。こうしてソ連軍は完全に油断しているところを奇襲されたのです。南北1500キロに展開したドイツの大軍は大砲の音を轟かせ、キャタピラを響かせながら戦車を一斉に進撃していきます。この戦争の勃発を受けてイギリスのチャーチルは、ドイツの敵はイギリスの味方だという考えからソ連に対する支援を表明。一方で1年半前にソ連軍に侵略され領土を割譲させられていたフィンランドは、その復讐を果たすためにドイツ側についてソ連を攻撃しました。この頃のソ連軍は部隊を国境の辺りに集中させていましたが、完全に不意をつかれたソ連軍はドイツの電撃戦に対応することはできず、ほとんど一方的にやられていきます。
こうしてドイツ軍は怒涛の快進撃で東へと突進、広大な領土や数十万の捕虜を獲得していきました。特に中央軍集団の進撃速度は速く、たちまちモスクワ近くまで迫っていきます。しかしドイツ軍はすぐに違和感に気づきます。電撃戦によって指揮系統を混乱させ、補給路を断ったとしてもソ連軍は頑強に戦い続けており、脱走したり降伏したりする人がほとんどいなかったのです。もちろんソ連兵が抵抗しても戦況をひっくり返すようなことはありませんでしたが、各地で起こる抵抗や反撃にドイツ軍は対応せざるを得ず、その分進撃は遅れていきます。しかもドイツ軍の作戦はできるだけ早くソ連軍を倒すというものだったのに、ソ連軍はどんどん東へと後退していき、ドイツ軍の計画は狂いつつありました。これを受けてドイツ陸軍上層部は、長期戦に持ち込まれたらやばい、早く戦いを終わらせよう、モスクワを迅速に占領するべきだと考えます。そこでヒトラーに対してモスクワ攻略を優先して軍を集結するべきだと進言しました。しかしヒトラーの考えは変わりません。北部にあるロシア革命の聖地レニングラードを奪い、共産主義に対する勝利の記念にすること、南部にある穀倉地帯、工業地帯、油田地帯を奪うこと、この2つを優先させたのです。こうして戦略的な考えから中央を優先すべきだと考える陸軍と、経済的な考えから北方と南方を優先すべきだと考えるヒトラーの間で対立が発生。結局ヒトラーが陸軍の反対を押し切る形で中央軍集団の機甲師団を南方へと向かわせました。中央に残された歩兵師団は彼らが帰ってくるまで待つことになったのです。こうして狙われることになったキエフはウクライナ共和国の首都であり、ドイツ軍の侵攻当時すでに人口は150万を超えている都市でした。そのキエフをドイツ軍が南北から挟み撃ちにして包囲殲滅作戦を行います。しかしソ連軍は逃げ場を失っても頑強に抵抗したため、ドイツは空軍や戦車を用いて激しい戦いを実施。ソ連軍は尋常ではない損害を出していきます。最終的にこの戦いはソ連軍の降伏によって終わり、ドイツ軍は大きな成功を収めたのです。一方この頃北部ではドイツ北方軍団がレニングラード郊外に達していました。先ほど見たように当時のドイツ軍は南方を重視していたため、北方ではレニングラードを直接占領するわけではなく、兵糧攻めにした上で爆撃や砲撃を行い完全に破壊する方針が取られました。この時スターリンは革命の聖地を放棄するわけにはいかないと考えて、レニングラードからの撤退を禁止。多くの人々が取り残されてドイツ軍に包囲されていきます。以後ここではいつ終わるかもわからないような長い包囲戦が行われていき、餓死者が続出。道端で死んでいる馬を解体して食べたり、最後には人の肉を食べたりしていくほどの凄惨な戦いが行われていきます。さてこうしてドイツ軍が南北の側面を固めている頃、イギリスとアメリカはソ連に接近して協力関係を強化していました。まずアメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相が大西洋で会談を実施。アメリカとイギリスで共同宣言を行います。大西洋憲章です。内容としてはアメリカとイギリスの間でナチスドイツを倒そう、戦後は平和な世界を目指そうということを確認し合うもので、民主主義を掲げる連合国対ファシズムを掲げる枢軸国という構図が出来上がります。この大西洋憲章にソ連も賛同し、連合国と協力するようになっていったのです。再び独ソ戦に目を戻しましょう。南北の側面を固めたドイツ軍はついに中央軍集団に対してモスクワへの進撃を命令します。ドイツはこの作戦によってソ連軍を倒し、戦争を終わらせようと考えていました。一方ソ連軍も反撃を開始。南方では東に撤退して時間を稼ぐ作戦に出ましたが、中央ではドイツ軍がモスクワの目の前に迫っていたため、東に撤退するような余裕がありません。お互いにボロボロの状態で両軍は激突し、ドイツ軍はモスクワを包囲していきます。しかし天候がソ連の味方をします。ドイツが進撃を始めた約1週間後、初雪が降ったのです。翌朝溶けたその雪により、ほとんど舗装されていないソ連の道路は泥沼化します。それ以降も雨が降り、ドイツ軍の戦車はモスクワの目の前で動けなくなりました。当然補給用のトラックも到着せず、ドイツ軍の進撃はピタリと止まったのです。それから約1ヶ月後、
ようやく本格的な冬が訪れて泥が凍りつき、戦車も自動車も動けるようになりました。こうしてドイツ軍がモスクワ進撃を再開。しかし今度は気温が急激に下がり、猛烈な吹雪が襲い始めます。昼間でも暖かい日で氷点下30度、夜には氷点下40度まで冷え込むという想像を絶する環境により、自動車や戦車のエンジンはかかりにくくなり、冬服を支給されていなかったドイツ軍は想像を絶する寒さと湿気に襲われます。当然補給部隊も停滞していたため食料も不足、もはや戦いどころではありません。とうとうドイツ軍は攻撃を中止、戦車も大砲も自動車もそのままにして徒歩で撤退するしかありませんでした。こうして冬が来る前にソ連を屈服させるというドイツの計画は失敗したのですが、ドイツが撤退を始めた翌日にスターリンはソ連がドイツに対する殲滅戦争に突入すると宣言し、一斉に反撃を行い始めました。こうしてソ連のやつらは人間ではない、ドイツのやつらは人間ではないと考える両国によって国際法などを完全に無視した何でもありの絶滅戦争が激化していくのです。そしてソ連の反撃が始まった2日後の1941年12月8日、太平洋で大きな情勢の変化がありました。日本がドイツの勝利を信じ真珠湾を奇襲したのです。これによって日本とアメリカが戦争状態となり、ついに第二次世界大戦は本当の意味での世界大戦となっていきます。